おはようございます。今日のテーマはこちら。バーン！ロードバイクを買うタイミングは今じゃないかもというお話をさせていただきたいと思います。はい、久々にね、ちょっと僕はね、こういう動画が撮れてですね、ワクワクしておるんですけども、早速やっていきましょう。現在発売されているロードバイク、特にハイエンド系のロードバイクですね。いろんなメーカーが何十万もするような、何百万もするようなバイクたくさん作っておりますけども、そういったバイクはですね、レースに勝つために作られております。はい、レースで勝つために極限まで空力性能を高くするとか、軽量化させるとか、振動吸収性良くするとか、いろいろね、各メーカーが工夫して作ってるわけなんですけども、ある程度のルールに基づいて作られております。もう好きなバイクをやりたい放題作ってるわけではないんですよね。ここからここまでのルールの中で最速のバイクをそれぞれのメーカーがですね、試行錯誤して工夫してトライアンドエラーを繰り返しまくって、このルールの中で一生懸命作ってるわけですね。はい、サッカーとかね、バスケとかスポーツなんでもそうですよね。ルールの中で皆さんね、最強を目指す、最速を目指す、これらをね目指してると思うんですけども、そのルールがですね、ちょっと緩和される、変わるというですね、情報がですね、結構前から入ってきてですね、少し感度の高いレーサーの方とかはざわざわしてる、巷ではざわざわしてるような内容になっております。はい、細かなルールに関してはめんどくさいので割愛しますけども、今までのルールっていうのはある程度分厚くなきゃダメですよ。ある程度薄くして軽量化するのはいいんだけども、ある程度の厚みがないとダメですよ。特にフレームですね。この部位は何ミリ、この部位は何ミリっていう感じですね。ある程度ルールが決まってました。それ以上薄くすると公式のね、ロードレース出ちゃいけませんよというようなルールがありました。それらがですね、緩和されます。緩和されるそうです。はい。リーク情報ですけどもね、多少薄くてもいいよという風になるそうです。具体的に言うと、各部位ね、全部じゃないんですけども、1センチぐらいならいいよとか、そもそももう薄さはいいよ、考えなくてとか、そういうですね、情報が出ております。はい。これどういうことかというとですね、今までは、どんなに薄くても 2.5 センチとか、そういったルールがあったんですけども、1センチにできる、半分以下にすることができますよということはですよ、今まで以上にペラッペラで薄い軽いフレームを作ることができるということになるわけですね。おそらくやっぱり時代の変化とともに、カーボンの素材とか加工の技術の向上によってですね、薄くて軽くても強度がキープできますよ、頑丈にできますよというふうに技術がどんどん進化していったからなんでしょうね。正直ですね、今現在2021年現在で、いわゆるハイエンドのロードバイクって言われているモデルはどれもこれも似たような形してるよね。本当に似たような形してるよね。はい。ブリヂストンもね RP9 出しましたけども、確かにめちゃくちゃ評判のいいけども、似てるよね。はい。ターマックも似てるし、いろんなメーカーが最新モデル出してますけども、どれもこれもエアロ形状、そしてリア三角小さめな超絶軽いバイクっていうような形になってると思います。正直ですね、この UCI のルールの中で最速の状態、最速のバイクっていうのはほぼ成熟しきってるのかなというような状態なのかなと思っております。もちろんね、形だけじゃなくて各社それぞれいろんな工夫をしていて、細かく見れば優れてる部分、このメーカーはこれが秀でてるよねとかいろいろあるんですけども、現段階での最速ロードの形っていうのはほぼ決まりつつあるのかなと個人的には思っております。ただ今回のルールがね適用されて、各メーカーもっとなんか好きに作っていいんだ、じゃあもっと薄くして、もっとなんかエアロにして、もっと軽くしたろうっていうですね、ロードバイクが2022年以降出てくる可能性非常に高いです。薄くてよりねペラペラな空力性能を重視したエアロロードバイクっていうのは出てくると思いますし、エアロロード以外でもですね、僕の持ってるドマーネもそうですけども、様々なギミックを使って乗り心地を良くしたりとか、拡張性能を増やしたりとかいろんなバイクありますけども、そういった面白ギミックバイクも増える可能性大いにあると思います。厚み以外の話でも面白い情報がいくつかあって、一つは TT バイクとなんか合体させちゃってもいいんじゃねっていうルールでございます。はい。TT バイク系のバイクには TT バイク系のルールがあって、ロードバイクとかシクロクロスもロードバイク系のバイクには
ロードバイクのルールっていうですね、それぞれルールが決まってたんですね。 TT バイクはこういう感じの設計していいですよと、ここまでやっていいよと、ロードはここまでやっていいよっていう感じで、それぞれ別だったのが、ある程度一緒にしちゃっていいんじゃないですかっていうですね、新しいルールが出てきそうな感じでございます。 TT バイクでは OK だったルール、いわゆる設計がロードバイクにも OK になる可能性が高いので、より TT バイク化、エアロ化が進むのかなと、ロードバイクがね、いうふうにね、巷ではざわざわしております。で、さらにですね、シートポストですね。今までシートチューブの延長にシートポストがなくちゃいけないですよっていうルールがあったんですけども、これがね、廃止される可能性が高いとのことです。シートチューブの上になくてもいいよと。本当に TT バイクなんかはトップチューブの上にドスーッとね、シートポストみたいなのが刺さってたりするんですけども、それらが OK になるのであれば、ロードバイクの形っていうのがね、大きく変わると思います。こういった新ルールが適用されることで、よっしゃー、じゃあ俺がもう最強のバイク作ってやりましょうよつってブワーって各メーカーが今多分一生懸命作ってる段階だと思います。研究してこんだけ薄くして、でもこんだけ強度キープできた、よしこれ商品化しようっていうんで、今血眼になって頑張ってるところかもしれないです。 UCI ルールでは 6.8 キロ以下下回っちゃダメですよっていう重量ですね、重量制限があったんですが、その情報に関しては今のところ見当たりませんでした。個人的にはバイクを薄くペラペラにするのであれば必然的に重量は落ちると思うので、多少ね 6.5 とか6キロとかね、緩くしてもいいんじゃないかなと、いじってもいいんじゃないかな、変えてもいいんじゃないかなと思うんですけども、その辺はねよくわかりません。この UCI の新しいルールが適用されたバイクが出るのであれば、今まで以上にですね、空力特化の超空力特化、そして軽量バイク、または面白ギミックがたくさんついた新しいエンデュランスロードだったりとか、グラベルロードっていうのが出てきてもおかしくないということで、大変ワクワクしております。ということでですね、今回の動画は以上であります。今回の話した内容に関してはあくまでもやっぱり多分ほぼハイエンドロードの話になると思うので、全てのロードバイク購入している人に対して該当するような話、影響のある話ではないとは思うんですが、それでもエントリーロードとかいわゆるミドルグレードのロードバイクにもある程度やっぱり今回の新しいルールがね適用されたバイクも出てもおかしくないんじゃないかなと思いますので、絶賛貯金段階中ですという方はもう少し頑張って貯金してみると、もしかしたらすげえバイク出てくるかもしれませんね。はい、面白かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画お楽しみに。